ソロンゴクラフトです。どうも。マインクラフト 26.2 で追加された間欠泉。今日はこちらを使った噴水の作り方を紹介していきます。この噴水はタイマー式になっていて、一定の時間噴射が続き、そしてまた一定の時間噴射が止まります。さらにこのレバーを使うと、噴水を完全に止めることも出しっぱなしにすることもできます。この噴射している状態でレバーをオンにすると、噴水は上がったままになります。噴水が収まってからレバーをもう一度入れると噴水を止めることができます。こちらはディスペンサーから溶岩を流して間欠泉を作っています。そのディスペンサーからクロック回路をつなげることでタイマー式の噴射を可能にしています。それでは作り方の解説やっていきましょう。建築サイズはこちら。半径7ブロック、直径13ブロック、外側の辺は5ブロックの円形型です。こちらは今回使用する建材の一覧になります。これ以外でも好みの建材を使ってアレンジしてもらっても OK なんですが、この噴水は装置にマグマを使うので火事が起こらないよう、マグマの周りには不燃ブロックを使うことをお勧めします。まずは噴水の底から作っていきましょう。底の部分を2段掘り下げていきます。1段目からいきましょう。2段目を掘り下げていきます。次は真ん中の位置を2段掘ります。そして噴水のスイッチをつけたい方角に1、2、次も1、2、その次は1、1とブロックを掘ります。1段掘ったその隣、ここを2つ掘ります。そしてその隣を2つ掘っていきます。ここも掘ります。左側は全部で3マス。右側は2マス。縦に2段掘っていきます。ここはクロック回路を作る作業があるので、もう少し広げてスペースを確保しておきます。次はクロック回路を作っていきます。今回作るのはホッパー式のクロック回路、ラブホッパーとも呼ばれている回路です。中心から掘った先、ここに仮ブロックを置きます。仮ブロックに向かってホッパーをつけます。仮ブロックを壊してホッパーに向かってもう一つホッパーをつなげます。スニークを押してホッパーを設置しましょう。このようにホッパーがお互いにつながっていれば OK です。ホッパーの隣、この向きにコンパレーターを置きます。もう一つ、こちら側にコンパレーターを置きます。コンパレーターの先に適当な不等化ブロックを置きます。こちらにも置いて、この上にレッドストーンダストを置きます。このレッドストーンダストに向かって粘着ピストンを設置します。緑の面がこちらを向いていれば OK。反対側にも同じように粘着ピストンを設置します。粘着ピストンに向かってレッドストーンブロックを置いて、ホッパーの中に適当なブロックを入れます。業界岩レンガでいいかな。とりあえず10個入れてみたいと思います。この今入れた10個のブロックがホッパーを行ったり来たりすることによって、このレッドストーンブロックが左右に動きます。このホッパーの中に入れるブロックの数によって、レッドストーンブロックの動く速さが変わってきます。ブロックの数が多いほどゆっくり動いていきます。これがホッパー式クロック回路の基本的な動きになります。今は動いてる必要がないので、一回止めちゃいましょう。レッドストーンブロックも一度壊しておきます。次は間欠泉を作っていきます。まずは真ん中からドロッパーを下に向かって設置。穴の向きが上に向いていれば OK。この中に溶岩入りバケツを入れます。ここに溶岩が出てくる予定なので、溶岩が流れ出ないように不燃ブロックでせき止めましょう。次は四隅の間欠泉を作っていきます。黄色のブロックのところが間欠泉、灰色のブロックがディスペンサーを設置する位置になります。ディスペンサーをこの向きで設置します。お顔の位置が黄色のブロックの方に向いていれば OK。この中に溶岩入りバケツを入れます。他の場所も同じように
ディスペンサーを設置して溶岩バケツを入れてください。この黄色の位置にディスペンサーから溶岩が流れてくるので、周りに流れないように、こちらも適当な不燃ブロックで黄色のブロックを囲みます。他の場所も同じく黄色のブロックを囲みましょう。そして次は間欠泉を出すための回路を作っていきます。まずは真ん中から、この下に2つリピーターを置きます。リピーターの遅延を最大まで入れます。1、2、3。1、2、3。3回クリックすると最大遅延になります。このリピーターからホッパーに向かってレッドストーンパウダーを置いていきます。真ん中の間欠泉の回路はこれで OK。次は周辺の回路を作っていきます。ここからレッドストーンダストをディスペンサーまでつなげます。そしてこちらのディスペンサーから向こうのディスペンサーに向かってリピーターを設置。このリピーターの遅延は触りません。ここから向こうのディスペンサーに向かってレッドストーンダストを置いていきます。次は反対側。ここからレッドストーンダストをディスペンサーにつなげて、この位置にレッドストーンリピーター。遅延は触らず、ここにレッドストーンダストを置いて、これで間欠泉の回路は完成。この回路がどういう風に動くか試してみましょう。こちらのレッドストーンダストがつながるところにレッドストーンブロックを置いて、今、溶岩が出てきた音がしましたね。この中に適当なブロックを入れます。こんな感じでレッドストーンブロックが真ん中に戻ってきた時にディスペンサーが反応するようになっています。大変だ、燃えてる。しまったしまった。あまり長く溶岩を放置してると羊毛が燃えちゃうね。一応羊毛ブロックを燃えないブロックに変えておきましょう。これはただの目印だからいらない人は置かなくても大丈夫。後で間欠泉を止めるレバーをつけるんだけど、今とりあえずつけとこうか。一旦装置を停止させましょう。このピストンの横にブロックを置いて、レッドストーンダストをここにつけます。これでレバーをつけると、止まりましたね。溶岩が出てないタイミングで、この装置を一旦切っておきましょう。何かあったら危ないからね。そして溶岩が溜まる上のマスに強力な硫黄を置きます。こちら全部の間欠泉に強力な硫黄を置いていきましょう。真ん中にも強力な硫黄を設置します。ここからは噴水を作っていきます。白色のコンクリートで地面と同じ高さに噴水の底を作っていきます。マグマを使った装置なので空洞の部分は適当な不燃ブロックで埋めてしまいましょう。真ん中の間欠泉にはここに水が入るので、一マス開けて床を作ります。回路がある部分には回路を潰さないようにハーフブロックを置きます。そして不燃ブロックを置いて床を置きます。ここのラインはここにハーフブロック。ホッパータイマーの上も埋めてしまいます。酸化した銅の電球を真ん中に置いて、白色の左右テラコッタで左右を挟みます。左右テラコッタの方角はこちらと、ぐるっと回って、こちら。前から見てこの模様になっていれば OK。
さらに横をクォーツの階段で挟みます。ここにクォーツのレンガ。クォーツレンガの上に酸化した切り込み入りの銅のハーフブロック、もしくは錆びた切り込み入りの銅のハーフブロック、このどちらかを置きます。これはどちらでも大丈夫です。こちらは全体的に両方を使うと風化した表現ができていい感じになります。銅の金網も同じ。なるべく両方使いましょう。ここにもクォーツレンガを置いて、今度は錆びた切り込み銅のハーフを置きましょうか。この装飾を円に沿って繰り返していきます。噴水の縁はこんな感じになりました。次は噴水の中央部分を作っていきます。真ん中の間欠線から1、2ブロック目のところにクォーツの階段を設置。周りにも同じようにクォーツの階段を設置していきます。2段目には仮ブロックを置いて、クォーツの階段を逆さまに設置。4辺も同じように設置していきます。下から2段目の柱と柱の間に鉄のトラップドアを設置します。周りも同じように設置していきます。マグマを使った装置なので火事が起こらないように噴水の足部分には不燃ブロックを使っています。下から3段目を作っていきます。仮ブロックを置いて、下向きでペールオークの階段を設置します。周りも同じように作っていきましょう。鉄のトラップドアの上にペールオークのトラップドアを設置していきます。周りも同じようにペールオークのトラップドアを設置します。次は4段目。ペールオークのトラップドアの上にペールオークのフェンスを設置します。この間に下向きのペールオークの階段を設置していきます。次は5段目。ペールオークのフェンスの上に青緑色のろうそくを置いていきます。高さ階段の上には戦力ガンの塀を設置します。戦力ガンの塀の上にエンドロットを設置します。一番上には2色の銅のトラップドアを設置します。これで噴水の中央は完成です。次は水が入る部分、こちらの装飾を作っていきます。間欠線の斜めとなり、ここにシーランタンを設置します。シーランタンを4つ設置します。四隅の間欠線の周りに銅の金網を置いていきます。こちらも酸化した銅と錆びた銅の金網、この2色を使います。
酸化した銅の電球の上に同じく酸化した銅のトラップドアを置いていきます。こちらにも2色の銅を使います。噴水の中に水を入れていきます。間欠泉は水流だと発生しないので、噴水の中は水源で埋めていきましょう。まずは真ん中の間欠泉の中に水を入れて、わかりやすいように端っこから水を入れていきます。この時、階段ブロックに向かって水を流してしまうと、お外に水が流れていってしまうので、こちら気をつけてください。それでは水源を作っていきましょう。おっと、階段ブロックに水を流しちゃった。気をつけましょう。金網の中にも水を入れていきます。階段ブロックに向かって水を流します。これで中は水源になったかな？変な流れがないか歩いて確認してみてください。わあ、画面のゆらゆらが気持ち悪い。これは間欠泉の仕様ですね。すごい酔っ払いそう。金網の上に農サンゴを飾っていきます。こちらは統合版ではこの背の高いサンゴは金網の上に置けなかったと思うので、統合版の方は平らなサンゴを置くか、またはサボテンの花でも可愛いかなと思います。4辺に同じ農サンゴを飾っていきます。水中にはいろんなサンゴとシーピクルスをランダムに飾っていきます。この間欠泉の上には飾らないように気をつけてください。そして空いているところにコップを振りかけます。噴水の周りにもサンゴを装飾していきます。この金網の中に水を入れるんですが、この時統合版の方は水が流れ出てしまうと思うので、ボタンを置いたりランタンを置いたりして水止めを行ってください。そして金網の上に死活のうちわサンゴを飾っていきます。他の4辺にも同じように装飾をしていきます。Java の方は特に水止めはいらないので、こちらの装飾はお好みで行ってください。ちょっと海藻が多いですね。下の白が綺麗に見えないので、海藻を間引いていきます。白色の左右テラコッタの前にクォーツのハーフブロックを装飾していきます。最後に噴水の外に回路をつなげていきましょう。適当にブロックを掘って、これを地上に持ってきます。一度壊して、装置が動いてるね。少し見てみましょうか。おー、出てる出てる。装置はいい感じで動いてますね。ではスイッチを上につなげていきましょう。ここの空洞は埋めちゃいましょうか。ブロックを一つ置いて、ここにレッドストーンダスト。このレッドストーンダストの上に上付きのハーフブロックを設置して、この上にレッドストーンダスト。電球の下に適当なフルブロックを置いて、ここにレバーを設置します。これでレバーをオンにすると、こんな感じで装置が止まります。もう一度レバーをオンにすると、間欠泉が再び吹き上がる仕様になっています。
残りの隙間は埋めておきます。これで噴水の完成。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。